はい、それでは今日はですね、ホイコーローを作っていきたいと思います。料理編となります。はい、ということで、どうぞよろしくお願いいたします。人月。はい、それではまずね、キャベツ、ホイコーローの場合はなるべくちょっと大きめにカットしていきます。はい、量は適当です。 250g ぐらいずつ。そしてネギ、僕の場合はですね、このネギも青い部分も全部使います。決して捨てたりしません。これもね、美味しいですからね。はい、ということで、これちょっとネギ、よいしょ。それとね、豚こま肉を、使います。豚こまお店で買ってくるとね、結構こう丸まって固まってるんですよね。ですので、豚こまをそのまま炒めちゃうとですね、硬くなって固まっちゃうんですよね。ですので私の場合はいつもこうやって、一個一個開いてですね、はい、そしてラップで包んでおります。こうするとね、きちんと開いた状態で炒めることができますので、はい、一旦買ってきてからこうやってラップで、丁寧に1枚ずつ、重ねて、やっております。でこれを大体の大きさで切ります。でこうやって重ねるとね、こうやってくっついちゃうんですよね。はい、ですので、分解してですね、なるべくくっつかないように分解して、バラバラにして、まずですね、下処理をしていきたいと思います。こうやってね、固まっちゃうんですよね。固まっちゃうと、このせっかくの豚肉が美味しくないということなので、はい、そしてね、ここにね、片栗粉を適当にまぶします。多すぎる。はい、はい、そしてね、片栗粉をまぶしまして、そしてちょっとお酒をかけていきます。気持ちね、
よいしょ。そして揉み込んでおきます。この時もなるべくくっつかないようにするのがよろしいかと思います。こうやってね、少し開いてあげてね、はい、固まると美味しくないので、美味しくないってわけじゃないんだけど、味がね、染み渡りませんのでね。はい、ということで下処理終了。はい、それではね、火をつけまして、フライパンに火をつけまして、おっと、油ちょっと、そして今回はちょっとめんどくさいので、おろし生姜、あれ、生姜空いてんのあったっけな。生姜はあるか。生姜はあって、ニンニク、ニンニクと生姜、軽くね、香りが立つまで。そしてお肉を入れていきます。ニンニクのいい匂い。はい、そしたらね、ここにネギ入れます。もしもーし。はい、そしたらね、ここに、豆板醤を小さじ2、それとオイスターソース小さじ1、オイスターソース
砂糖少々、甜梅醤大さじ1、はい、これを炒めまして、はい、キャベツを入れていきます。で、塩コショウ、味の素ちょっと、それと塩コショウちょっと、はい、ちょっとキャベツを蒸らしたいと思います。はい、で、今日はご飯を1個です。温めます。そしてはいはいはい、キャベツも炒め終わりましたので、はい、これで完成です。これで入るのかしら。はい、出来上がり。はいどうぞ。はい、それでは出来上がり。ホイコーロー、そしてライス、そしてぬか漬けともらったたくあん。さあこれで食べていきたいと思います。知ってる？はい、いただきます。はい、ほいていきたいと思います。知ってる？はい、いただきます。はい、ホイコーローの出来上がり。ライス、そしてたくあんとぬか漬けのきゅうり。いただきます。いただきます。コーローの出来上がり。ライス、そしてたくあん
とぬか漬けのきゅうり。いただきます。いただきます。まずキャベツから。うまい。これね、あってもうね、飯が進む。キャベツがおいしい。あっうまい。ということで今日はホイコーローでございました。ゆっくり食べさせていただきます。本日もありがとうございました。はい、ということでね、本日は料理編ということでお送りいたしました。はい、そしてこちらね、花ちゃんの映像となっておりますが、だいぶ慣れてきてね、外にも出るようになりました。今日はね、ハトさんが来てるんでね、じーっと狩りの体勢で待っております。やはりね、野生の本能がね、うずくんでしょうね。はい。でもね、決してね、こう食べに行ったり襲いにかかったりっていうのはしないんですよ、花ちゃんの場合ね。まあビビリですからね。はい。ただね、狩りの体勢をとって、まあ脅かすというかね、遊ぶというかね、はい、そういうような状況で、行くのか？行っちゃうのか？食べちゃうのか？なんだ？行くのか？やば。ハトも無防備に餌を食べておりますんで、行っちゃうのかもしれませんね。襲ってガブって食っちゃうんでしょうかね。どうなんでしょうか。ピクッと動いたぞ。どうなんだ？行くのか？行かないのか？どっちなんだい？おっと、行ったかと思いきや、雨で冷たいのでそれ以上は行きませんでしたね。はい、ということでありがとうございました。